15世紀、ヨーロッパの片隅でくすぶっていた火種がやがて地球規模の炎となり、世界を一変させました。人類の歴史においてこれほどまでに短期間で世界地図が書き換えられ、文化、経済、そして運命が絡み合った時代は他にありません。大航海時代。それは単なる地理的発見の物語ではなく、人類の飽くなき探求心、信仰、そして欲望が織りなす壮大な叙事詩です。今日、私たちはその時代の潮風に乗り、知られざる真実へと深く潜り込んでいきます。なぜヨーロッパは海へと乗り出したのか、その旅路の先に彼らは何を見出し、何をもたらしたのでしょうか。こんにちは、がっちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。大航海時代の幕開けは1453年のコンスタンティノープル陥落という一つの歴史的な事件と密接に結びついています。オスマン帝国の崩壊により、それまでヨーロッパにもたらされていたアジアとの陸路、すなわちシルクロードが遮断されてしまったのです。ヨーロッパ貴族の食卓を飾り、富の象徴でもあった香辛料、胡椒、クローブ、ナツメグといったこれらの財宝を直接アジアから手に入れるための新たなルート開拓が早急の課題となりました。これは経済的な動機に他なりません。当時の香辛料はまさに黄金に匹敵する価値を持っていました。しかし動機はそれだけではありませんでした。ヨーロッパはキリスト教世界であり、異教徒から聖地を奪還するという宗教的な情熱、さらには伝説のキリスト教国家プレスター・ジョンの国との同盟を求めるというロマンと信仰心も原動力となりました。この海への渇望を具体的な行動へと移したのがポルトガルです。ポルトガルのエンリケ航海王子。彼は自ら航海には出ませんでしたが、航海術、地図製作、造船技術の研究に惜しみなく投資しました。サグレスの航海学校はこの時代の地理的知識と技術を集結するいわば人類の知の最前線でした。キャラベル船のような遠洋航海に適した新しい船が開発され、羅針盤やアストロラーベといったツールも進化を遂げました。彼らの最初の目的はアフリカ沿岸の探検でした。目的は黄金と奴隷、そしてアジアへの航路を見つけること。こうして1488年、バルトロメウ・ディアスが希望岬を発見し、大西洋とインド洋を結ぶ突破口を開きます。世界はもう戻れない地点へと舵を切ったのです。ポルトガルの成功に隣国スペインは焦りを募らせます。そしてそこに現れたのがジェノバ出身の航海士クリストファー・コロンブスでした。コロンブスが提唱したのは、地球は丸いという当時の知識に基づく西回りでアジア到達という大胆なアイディアです。当時の科学者たちは地球のサイズを正確に把握していましたが、コロンブスは地球を実際よりも小さく見積もる誤算を抱えていました。しかし、この誤算こそが歴史を動かす鍵となります。1492年、レコンキスタを完了したばかりのスペイン女王イサベル1世は、コロンブスの遠征を承認します。3艘の船を率いたコロンブスは、70日以上の航海の末、ついに新天地にたどり着きます。彼が到着したのはアジアではなく、彼が後にインディアスと呼んだ現在のバハマ諸島でした。この発見は、ヨーロッパとアメリカ大陸という全く異なる2つの世界を結びつける歴史的な瞬間でした。コロンブスは生涯、自分がアジアに到達したと信じ続けましたが、彼の航海はヨーロッパ列強による新たな大陸の領有と、それに伴う悲劇の連鎖の始まりを告げるものでした。そして1494年、スペインとポルトガルとの間で地球を二分する取り決めが結ばれます。トルデシリアス条約。教皇アレクサンデル6世の仲介により、大西洋上の線を境に
東側をポルトガル領、西側をスペイン領としました。世界を分割する傲慢で強力な力がここに生まれたのです。ポルトガルはコロンブスに遅れを取るまいと東回りの航路確立を急ぎます。1498年、バスコ・ダ・ガマが希望岬を回り、アフリカ東岸のイスラム商人との交渉を経て、ついにインドのカリカットに到着します。バスコ・ダ・ガマの成功はポルトガルに莫大な富をもたらしました。彼らはインド洋の交易ネットワークに割って入り、ゴアやマラッカといった要塞を次々と制圧し、強力な海上帝国を築き上げます。これがポルトガルのアジア交易ネットワークの確立です。一方、コロンブスの新大陸がアジアでないと確定づけたのが、フィレンツェ出身の探検家アリゴ・ベスプッチでした。彼の報告に基づき、新大陸はアメリカと名付けられます。そして人類の歴史における最も偉大な航海の一つが、スペインの援助を受けたポルトガル人、フェルディナンド・マゼランによって実行されます。1519年、彼は西回りでアジアを目指し、南アメリカの南端、後にマゼラン海峡と呼ばれる難所を通り抜けて太平洋へと出ます。太平洋を横断し、フィリピンに到着したマゼランは、現地部族との戦いで命を落としますが、彼の残りの船団は、後に香辛料諸島、モルッカ諸島を経てインド洋を横断し、1522年、ついにスペインに帰還します。これは人類史上初の世界一周の達成であり、地球が丸いことの確固たる証明となりました。この偉業は、地球の地理的理解を完成させるとともに、人類の自信を大きく高めました。大航海時代がもたらした最大の、そして最も複雑な影響の一つが、コロンブス交換と呼ばれる旧世界と新世界の生物、文化の相互移動です。新大陸からはトウモロコシ、ジャガイモ、トマト、カカオ、タバコといった作物がヨーロッパにもたらされました。これらの作物はヨーロッパ、アジア、アフリカの食卓を一変させ、特にジャガイモやトウモロコシは飢饉対策となり、世界的な人口増加の基盤を築きました。一方、旧世界からは小麦、稲、馬、牛、豚といった家畜、そして何よりも病原菌が新大陸にもたらされました。ヨーロッパ人が長年にわたり免疫を持っていた天然痘や麻疹といった疫病は、免疫を持たない先住民にとってまさに見えざる敵でした。疫病による先住民人口激減は、後の奴隷貿易を加速させる要因となります。労働力不足を補うため、アフリカから数百万の人々が強制的に新大陸に連行されました。大航海時代は栄光の陰で、人類史上最も非人道的なシステムの一つを確立してしまったのです。さらにスペインのコンキスタドールたちによるアステカ帝国、インカ帝国の征服は、新大陸の古代文明を滅亡させ、その文化と財産を略奪しました。エルナン・コルテスやフランシスコ・ピサロといった征服者たちは、その残虐性と功績の両面で歴史に深く名を刻んでいます。彼らの探求の背後には、常に黄金という純粋な欲望がありました。大航海時代、それは人類が自ら限界を超え、地球という名のキャンバスに新たな世界地図を書き出した革新の時代でした。ヨーロッパにとっては未曾有の富と知識をもたらし、後のルネサンス、科学革命、そして産業革命の土台となりました。しかし、その輝かしい功績の裏側には、新大陸の先住民の悲劇、奴隷貿易という人道的な罪、そして文化の破綻という暗い影が深く刻み込まれています。この時代が残した遺産は複雑で、今もなお私たちに問いかけ続けています。探求心、進歩、経済的利益といった美名のもとで、私たちは何を得て何を失ったのか。大航海時代は終わりましたが、その時確立されたグローバルな経済、文化のつながりは現代の世界の基盤そのものです。私たちは歴史を多角的に、そして真摯に振り返り、未来へと教訓をつないでいく義務があるのではないでしょうか。
本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。がっちゃんでした。